愛です。あかりだよ。VAE を追加したい。VAE の使い方を知りたい。愛知、教えてちょうだい。VAE を使うことで色あせた感じ、暗い感じや全体的にぼやけた印象などが改善され、全体が明るくなり、高品質に仕上げることができます。VAE を使わなかった場合と比べると質が劇的にアップするので必須で入れておきましょう。この動画では、Google コラボを使って VAE の追加方法と使い方について分かりやすく解説していきます。まず最初に VAE をインストールしましょう。スタビリティ AI から配布されている VAE は有名でおすすめです。ハギングフェイスというサイトから VAE をダウンロードすることができるのでアクセスしてください。概要欄に URL を貼っておきます。URL にアクセスしたらファイル&バージョンをクリックします。VEFT なんとかの項目の右側にあるダウンロードアイコンにマウスカーソルを合わせて右クリックしてください。Google Chrome を使っている人は、リンクのアドレスをコピーをクリックしてダウンロード URL をコピーしてください。コピーしたら、Google コラボのコード内に VAE をダウンロードしてからファイルを入れるためのコードを入力します。先ほどコピーしたダウンロード URL を以下の赤字になっている部分にペーストしてください。ペースト後は以下のようになります。これで VAE を追加するコードは完了です。VAE のファイルは VE スラッシュの後にファイルを入れることで使うことができます。こちらの赤字になっている部分はファイル名であり、好きな名前に変更しても構いませんが、今回の例では分かりやすいように VAE と同じ名前にしています。コードを作成したらこちらのように VAE のコードを追加してからステーブルディフュージョン WebUI を起動してください。コードがわからない人は、概要欄に貼っているブログの URL に全てのコードを記載しているのでコピペして使用してみてください。次は VAE の使用方法について解説します。VAE を使用する場合はたったの4ステップなので簡単です。ステーブルディフュージョン WebUI を起動したら、1、セッティングタブをクリックする。2、左側にある VAE の部分をクリックする。3、SDVE の項目をクリックして、VEFT なんとかを選択する。4、アプライセッティングスのボタンをクリックすると VAE が適用されます。VEFT なんとかを使用して画像生成した場合に、具体的にどのように変わるのか気になる人はいると思います。こちらはエニシング V5 のモデルで VAE を使用した時の結果になります。VAE を使用していない左側では色あせた感じになっているけど、VAE を使用した右側の方では少しだけ色味が濃くなって全体が明るくなっているね。これは使った方がいいと言わざるを得ないよ。次はエニーローラモデルを使用して比較した結果になります。これは変わっているのかな。エニーローラでは何も変わっていない結果になったよ。モデルによって変化する場合としない場合があるみたいだね。なるほど。こちらではリアル風の画像生成に良いチルドリミックスのモデルを使用した結果になります。見比べてみたけどこっちも何も変わっていなかったよ。他におすすめの VAE はないかな。もう一つおすすめの VAE に KLF8 アニメ2があるよ。概要欄にリンクを貼っているのでそちらもダウンロードしてから使用してみてください。こちらは KLF8 アニメ2の VAE を使って生成した結果になります。何か変わった感じがするけど、どこが変わったのか少し分かりづらいかな。重ね合わせて比較してみました。KLF8 アニメ2の VAE を使用すると、微妙な違いですが、目の焦点部分や白い光であるハイライト部分がはっきりと整えられていたり、肌の色が少しだけ白くなっていたり、服装の部分などが綺麗に修正されていたりします。KLF8 アニメ2を使用するとクオリティが高くなっているね。VAE はこのようにクオリティを上げてくれる要素になっているので導入しておきましょう。VAE はこれだけでなく、他にも WiFi ディフュージョンのモデルで効果を発揮する VAE や、エニシングモデルに使うと大きく効果を発揮する VAE などがあり、それらはモデルと一緒にデータを配布している場合が多いです。例として、こちらはエニシング V4.0 のモデルが配布されているところにある VAE になります。もし、使用するモデルが VAE も一緒に配布されているのであれば、そっち専用の VAE を利用してみるといいでしょう。まとめです。
有名な VE である VEFT なんとかはハギングフェイスのサイトからダウンロード URL をコピーしてから Google コラボ内にコードを追加することで導入できます。VE を使用する場合は、セッティングタブをクリックしてから左側にある VE を押してください。SDVE 項目から VEFT なんとかを選択して Apply Settings ボタンを押すことで使用することができます。VE はいろいろありますが、今のところ全体のモデルにきれいに反映されやすいのが VEFT なんとかになります。ですが、モデルによっては反映されない場合があるので、別の VE である KLF8 アニメ2などを使用するといいでしょう。VE を使用することで全体が明るくなったり、別の V がきれいに修正されたりとクオリティが高くなるので必須で入れておきましょう。以上で VE の追加方法と使い方について解説しました。iGene では生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。